シェア畑ひもんや3丁目菜園アドバイザーの西川です。今日は春じゃがのモザイク病や草加病対策についてご紹介していきたいと思います。間もなく1月に入りますと春じゃがの準備期間に入っていきます。植え付け時期としては2月から3月ぐらいですので、1月には土壌の準備が必要です。じゃがいもに適した土壌にするにはそう簡単には変わりませんので、早くから準備が必要になってきます。じゃがいもで一番注意したいのは草加病やモザイク病です。これはじゃがいもの生育にとって非常に悪影響が出ます。今回はこれを冬のうちから予防するための準備についてご紹介していきます。寒い年末ですけれども、ぜひ早めに準備を進めてください。最後に質問にもお答えしますので、ぜひご覧ください。それでは行ってみましょう。それでは草加病、モザイク病の対策をなぜ早めにしなければいけないかご紹介します。まず草加病ですが、草加病はアルカリ性土壌だと発生しやすいです。草加病という症状はじゃがいもに黒い凹凸のようなものができて見た目が悪くなってしまいます。このように葉が枯れて茎が倒れてきた時が収穫時期です。ここから出てくるじゃがいもを見ると草加病が発生しているかどうかがわかるので、同じところで連作はしませんが土壌の状態を把握することができると思います。では抜いてみましょう。これが出来上がったじゃがいも。幸い草加病の兆候はありません。きれいなじゃがいもができています。掘り残しのないように注意して掘ってください。ということで、栽培場所がなくて連作するという方や有機栽培をしているので連作障害はそこまで起きないという想定の方は、同じ場所で育てても草加病は起きないと思います。このように栽培結果から振り返りもしてみてください。ということで、収穫したものは非常に重要です。万が一モザイク病になってしまったという場合、そこでできたこのようなじゃがいもは放置したり来年の種芋にしないなどの工夫をしてみてください。ウイルス菌を持っている可能性がありますので、再びモザイク病にかかる可能性があります。また種芋の業者を選ぶのも重要です。心配な方は種苗店などで購入すると非常にいい種芋が手に入ると思いますので、ぜひ調達してみてください。それでは続いて土壌の酸度を測ってみたいと思います。こちらが来春に春じゃがを植えようとして準備している場所です。このような簡易な土壌酸度測定器を差し込んでどの程度の酸度か測ってみます。こちらは前作をやっていましたので、アルカリ性がだいぶ中和されて今 6.5 ですから、じゃがいもの生育にはちょうどいいような酸度になっています。予定地が決まっていない方はまず酸度をしっかり測っていただき、どこの場所で育てるかなどを検討してみてください。例えばほうれん草の跡地などはアルカリ性によっている可能性があるので、土壌の調整が必要になります。土壌の調整というのは短時間でできるものではありません。最低でも1ヶ月は必要です。ですので、皆さんがじゃがいもを準備するタイミングで土壌の酸度を確認すると、もしかしたら遅いかもしれません。1月ぐらいから徐々に準備するようにしてください。酸性にするにはピートモスなどを投入するといいと思います。それ以外に早く効くものとしてもイオーカという農業用資材があるんですが、これは初心者には非常に難しい資材になります。ですのでピートモスが最適かと思います。ピートモスの使用量なんですが、だいたい土の量に対して30% ぐらい、20% から 30% ぐらいを混ぜ込むのがいいと思います。土の量の計算は作土層を15センチぐらいの厚さとして自分が植える面積をかけていただいて、出てきた土の量それの 20% ぐらいをまずピートモスを混ぜて、そのまま1ヶ月ぐらい寝かせてください。その状態でもう一度酸度を測定して pH が 6.5 ぐらいになっていれば安全だと思います。ちなみにこの 20% でどのぐらいの酸度が動くかというと 0.5 から1ぐらいの pH が下がることになりますので、それを参考になさってご自身の量を決めていただいたらいいかと思います。続いてアブラムシの対策をご紹介しようと思います。特に注意したいのはアブラナ科の跡地、ここで栽培する場合なんですが、アブラムシは休眠状態に入り雑草や残砂の隙間などで眠っている場合もあります。
種類によっては土の中で冬眠するものもいるようなので、冷気を当てるために寒起こしをしておきましょう。寒起こしの場合もやはり1ヶ月以上は放置しておかないと効果が期待できませんので、早めに行って1月中は寒起こしの状態になるようにしてください。ではやってみます。スコップで深く掘って土を掘り起こすようにしてください。固まったままの状態で結構です。また初めてじゃがいもを育てる場合でもこの寒起こしは有効なので、ぜひ冬場はやってみてください。このような塊の状態にして冷気に当てておきますと、アブラムシまたはコガネムシにも死滅効果があります。土が凍る溶けるを繰り返してふかふかの状態にもなりますので、ぜひやってみてください。特にこのような大根の跡地などは要注意です。アブラムシが繁殖している場合、何かしらの暖かい場所で越冬する可能性があります。また防寒で栽培している跡地で植える場合もアブラムシが残っている可能性がありますので、植え付けギリギリまで野菜を育てる方は前作の野菜にアブラムシがいないかもチェックしてみてください。冬場に個体数を減らしておくと感染する可能性を多少なり減らせますので、ぜひやってみてください。最後にまとめですが、まず種芋の購入先を吟味してください。2つ目です。土壌の改善は早めに行いましょう。3つ目は害虫を減らすためにも害虫対策も早めにやってください。これがモザイク病や草加病の低減に少なからずつながってきますので、ぜひ1月に入ってから徐々に準備を開始してください。それでは質問コーナーです。こちらの大根の動画に質問をいただきました。大根の巣入りが以前にありましたが、今年はカブのような食感で変に柔らかかったです。どうしてでしょうか、というコメントです。おそらく大根の場合、水分が少ない状態で成長すると細胞が大きくなります。その関係で細胞と細胞の間に筋のようなものが入った状態で育ってきます。一方カブは非常に緻密な細胞になりますので、筋のようなものはありません。これをどちらも煮ますと、大根の場合は筋のようなものが残ったので食感としては若干硬く感じます。一方カブは細胞が小さいので、煮てしまうと非常に柔らかい食感になります。ということなので、私が想像しますに、水分量が少なくて細胞が大きく育たない状態で、栽培された大根であったのではないかなと思います。水分が少ないと細胞が小さい、それで緻密になってカブに似たような食感になるのだと思います。これが私の想像なんですが、実際のものを拝見していないので正しいかどうか分かりませんが、今後の栽培には参考になさってみてください。ぜひ頑張ってみてください。今日は春じゃがの草加病とモザイク病対策の冬の準備についてご紹介しました。この動画が面白かった方はチャンネル登録と高評価をお願いします。シェア畑ひもんや3丁目菜園アドバイザーの西川がお伝えしました。それではまた。